動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。美味しいサンドイッチが作りたいと思って、今回はちょっと大きめの食パンを作っていきます。冷やしても硬くなりにくくて、時間が経っても柔らかくて美味しい食パン、それが今回のテーマです。家で作るパンって市販のものと比べるとちょっとパサついていて食べにくいって思ってる人も多いと思います。ちょうど今お世話になっている不動産屋さんもパンを焼くそうで、家でパンを作ると硬くなるんですよねって言ってました。それってそもそもパンメーカーと家で作るパンって製法が違うんですよね。わかりやすく言うと、家で作るパンはお米の早炊き機能を使っているようなもので、早く焼き上げる分どうしても硬くなってしまうんですよね。そこで今回紹介する中種法という製法は、大手製パンメーカーでも採用している方法で、はるかにパサつきにくいパンが作ることができます。中種法のやり方はめっちゃ簡単。小麦粉とイースト、水を入れてこねたものを3時間ぐらい放置しておくだけ。その間にじっくり小麦粉が水分を芯まで吸うもんだから、乾燥もしにくくてもちもち感が心地よい食感に仕上がるんですね。少ないイーストで作れるから香りも良くて味わいもとっても上品。インスタントドライイーストおよび純培養したサッカロミセスレビシアの粉末ができるはるか前のパン作りというのは、発酵した生地を取っておいて継ぎ足しながら作っていたそうですね。一つのパンを作るのに丸1日、もしくはそれ以上の時間を使って作っていたと思われます。その膨大な時間の中で小麦粉がじっくり水分を吸って甘くなって、発酵菌によって醸されるのを想像したら、昔のパンって相当美味しかったんじゃないかなと思うんですよね。それでは生地は5分ほどこねていくと粉っぽさがなくなってきます。そしたらそのまま3時間ぐらい置いておいて、大きさが2倍になるのを待ちます。はい、それでは3時間ほど中種が経ちました。結構ね、横から見てもだいぶボリュームが出てますよね。ボコボコに気泡上がってます。では本こね生地を作っていきますね。中種法は前もって発酵させた生地の中にさらに新しい生地を足してパンを作る製法です。そんな昔の作り方を原点回帰するかのような製法なんですね。 RPG の世界でも古代の武器が一番強かったりするように、パン作りの世界でも古代の作り方が今でも最強なのかなと。最近の天然酵母とか長時間発酵とかがここ10年くらいになって声高に言われてるのを思い起こしてみると、そんなことを感じさせられます。ちなみに古代のパン酵母はビールの醸造所からビールの酵母をもらってきて作られていたのだとか。ちなみに本こね生地の材料だけだとこんな感じにトロットロの状態です。でも中種と合わせた時にちょうどいい水分量になるので安心してくださいね。広げた中種生地の上に本こね生地を乗せていきます。生地はこのままこねてもベタベタ手にくっつくだけなので、触らないようになるべく均一にしていきましょう。切って重ねてを繰り返すことでベタつかずにまとめることができます。パン屋さんとかはミキサーにぶち込むだけなのでベタつくとかは関係ないんですけども、この方法が一番家庭で作るのに手軽かなと思います。ある程度細かくなってきてなんとなく馴染んできてからこねていくのがまとまるまで早いかなと、そう思います。中種生地も休ませることで水分が均一に行き渡って柔らかくなるし、グルテンのつながりも強くできるので、見た目の割にまとまるまでは早いんですね。今回は生地の 70% を中種にしているので、もう 70% 分は生地のつながりが完成している状態です。
だからこの製法を使うと、こねるのに自信がない人でもきちんと生地をつなげることができるんですね。この段階でだいたい6分ぐらいこねたところですね。今回の生地は少し緩めなので叩いてまとめていきます。叩きごねをすると毎回コメントで近所迷惑が心配ですと意見が寄せられるので、今回はなるべく静かにこねてみます。50回ぐらいこねるとこんな感じで見た目にも綺麗な状態になりますね。ここまでできたらバターを入れてこねていきます。5分ぐらいこねてまとまりが出てきたら、これも最後は叩いて生地を艶やかにしていきます。それでは生地の状態を見てみましょう。完成した生地は表面がつるりと滑らかですね。特に今回中種使ってるのでね、よりしっとり感とね、弾力がしっかりあります。じゃあちょっとグルテン膜見てみましょう。これも感動しちゃうと思うな、すごいから。こんな感じでね、めちゃめちゃ薄い膜張ります。本当にもう透けて見えちゃう。ここまでくれば生地完成ですね。そしたら生地はボウルに戻してラップをしたら、あったかいところで発酵させていきます。はい、それでは発酵が終わった生地ですね。ボリュームかなり出てます。今回 400g 仕込みなのでね、ふっくら楽しい。では発酵具合は指でチェックしていきます。粉つけたら生地目開けてプスッと刺してスッと抜きます。穴塞がんなかったら発酵良好ですね。いい感じです。では軽くね、粉振って全体のガス抜いていきます。ふわふわで柔らかい。いいね。よいしょ。では今回は2つに分割していきますね。一発。大手パンメーカーも採用している製法と聞くと、とても難しそうで手間がかかりそうって印象を抱くかもしれませんが、最初に中種を作るっていうところだけやっておけば、あとは通常のパンの作り方と同じ流れで進みます。なんでか文字にしたりすると小難しそうで失敗そうだから敬遠してしまうのかもしれませんが、実は一度やってみたら簡単すぎて驚いちゃうと思います。ではラップして10分間ほど生地休ませた後に形整えていきます。では成形していきますね。休ませると柔らかくなるのでね、形が整えやすくなります。今回はサンドイッチ状に作ってるので、このままね、長細く伸ばして適当に2つに折っとけば OK。 じゃあこの状態で型の中に入れていきます。では型のだいたい7割8割ぐらいまで発酵させてきますね。いってきます。では発酵10分ぐらい前に余熱の準備をしておきましょう。今回型で焼くので温度が伝わりづらくなってしまいます。天板はあらかじめ温めておきましょう。ではスタート。それでは生地の発酵が終わりました。しっかりとボリュームが出てますね。
こんな感じ。だいたい8割ぐらいまで膨らんでますね。では今回は角食パンにしていくので、蓋して焼いていきます。では行ってきます。それでは余熱の入ったオーブンで焼いていきます。だけど気をつけてくださいね。美味しくなって帰ってきてね。スタート。それでは焼き上がりましたね。見てみましょう。重い。よいしょ。ボリューム満点。ではこちらはね、粗熱が取れてからカットしてサンドイッチにしてみたいと思います。はい、それでは焼き上がりましたね。早速試食です。第4コーヒーもできました。いい香り。じゃあ早速食べてみます。いただきます。もちもち感と軽さが違いますね。で、実はこれ焼いてから1日経ってるんですけども、あんまりね、パサついた感じもなくね、食べやすいですね。あと香りも豊かです。で、今回中種を作る分だけね、手間は増えるんですけども、でも結構ね、日持ちもするし、香りもいいし、軽さも出るし、ボリュームも出る方法なので、覚えておくとね、もちろん食パンだけじゃなくて、他の生地もより軽い食感に風味をよくグレードアップさせるできる製法になってますね。で、今回は 1.5 金のね、ちょっと大きめのサイズで焼いてみました。次回の動画ではこれを使ってね、サンドイッチを作ってみようと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。それでは本日の動画ためになって面白かったよ、パン作ってみたいなと思ったらチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。Wow!